清らかな雪解け水が流れる町。日本の象徴富士山をはじめ、標高3000メートル級の山々を望む山梨県北杜市。ここに清春芸術村はあります。洋風の建物に導かれ、ゲートをくぐれば別世界が広がります。ここは10個の個性的な施設が集合するアートコロニー。1981年の創設以来、四季折々の景色とともに訪れる人を魅了し続けています。小学校の跡地に作られた清春芸術村は、面積およそ1万7000平方メートル。校庭だった日当たりの良い場所にシンプルでモダンな建物があります。光の美術館。開村30周年を記念して、世界の安藤こと安藤忠雄が手掛けました。打ちっぱなしのコンクリートに囲まれた小さな美術館です。室内に降り注ぐのは、天井や壁の窓ガラスから差し込む自然の光だけ。ドイツの画家アンドレ・ブッツァーがこの美術館のために制作したNペインティングス。刻々と移ろう光が絶えず作品と空間の表情を変化させていきます。ユニークな茶室もあります。周囲を囲むのは桜の木。満開の花を見ながら茶を喫することをイメージして、4メートルのヒノキの上に作られました。芸術村の中心的施設が清春白樺美術館。美術館建築の名手谷口義雄の設計です。所蔵されているのは主に20世紀初頭、日本の若者に多大な影響を与えた白樺派と呼ばれる青年グループゆかりの作品です。彼らが自ら絵筆を執った絵画や原稿などおよそ1600点所蔵されています。白樺派とは、1910年から刊行した同人誌白樺を舞台とし、芸術を中心に理想主義の思想を共有した日本の文学者や美術家の集団。優れた先見性を持ち、ゴッホやセザンヌを日本で初めて本格的に紹介したのは彼らでした。特に熱狂したのは、近代彫刻の父と呼ばれるフランスの彫刻家オーギュスト・ロダン。同時代を生きた白樺派とロダンには、海を越えた心の交流のエピソードがあります。日本の美術に関心のあったロダンに、青年たちは30枚の浮世絵をプレゼントしました。すると思いもかけないことに、ロダンが自作の彫刻を送ってくれたのです。白樺派はロダンの作品を展示する美術館の創設を夢見ていました。しかし震災や戦争などのため、夢は幻となっていました。
芸術村の創設者吉井長三、人呼んで日本一の画商。白樺に共鳴する吉井は美しい自然に惹かれ、1981年私財を投げ打って芸術村を創設。彼らの夢を60年以上の歳月を経て実現したのです。白樺林を抜けると、吉井と白樺が敬愛した芸術家を称える施設があります。ルオー礼拝堂。簡素な美しさを称えた空間が静かな瞑想へと誘います。20世紀最大の宗教画家ジョルジュ・ルオーに捧げられた建物です。ここにはルオーが手がけたキリスト像やステンドグラスが飾られています。ルオーの娘が父の芸術を深く愛した吉井に感謝を込めて寄贈したもの。その気持ちに報いるため、吉井はこの建物を建てました。清春芸術村は日本とヨーロッパの美術を結ぶ魂の交流の証でもあるのです。吉井にはもう一つ夢がありました。それはここを芸術家たちの理想郷とすること。ラ・リューシュは芸術家のための住居を兼ねたアトリエです。エッフェル塔にその名を残すフランスの建築家ギュスターブ・エッフェルが設計しました。1910年代、パリで藤田嗣治、モディリアーニら若き芸術家たちが集い、切磋琢磨したアトリエ。その建物を吉井は再現したのです。現在も国籍を問わず、多くの芸術家に提供しています。雄大な自然に抱かれながら、芸術家の思いに触れ、新たな作品を生み出す場所。清春芸術村は芸術の理想郷なのです。